つも動画をご覧いただきありがとうございます。清直樹です。嬉しいことにまたレビュー動画になります。今回も不意音様からの提供でこちらキーダイヤルリモート K40 になりますが、いわゆる左手デバイスの紹介になります。実のところ何かしら左手デバイスを試してみたいと思っていたところでしたのでとてもありがたいところでしたね。それでは早速開封していきましょう。中にはすでに何やらカバーが見えていますね。取ってみるとメガネカバーのようなサイズ感でなかなかコンパクト。デバイスは中に入っている模様。開いて中を確認。ケーブルと本体がお目見えです。カバーにしっかり収まってます。それでは先に本体から確認していきましょう。こちらが本体になりますね。割とシックな見た目で、いい質感してます。ボタンの数は10個とかなり多く見え、液晶の部分が気になりますね。ホイール部分はこちら内側の黒い面も2つ目のホイールになってます。これは嬉しいのではないでしょうか。サイズも手のひらに乗っかるくらいのサイズ感。片手操作にはちょうど良さそうなくらいです。コードを見てみると、設定と充電用の USB ケーブルになっています。A タイプから C タイプへのコードです。本体は C タイプなのでこっち用ですね。あとは取扱説明書なので、それでは基本機能の紹介です。先ほどあった10個のボタンはそのうち8つがショートカットボタンになります。残り2つはグループ切り替えボタンというものになるようです。基本は置いて使うと思いますが手に持っても扱えるサイズ感。バッテリーは連続30時間駆動と申し分ない。そしてドライバーでの設定となりますが、この8つのショートカットキーのグループを6つまで切り替えられるので用途に応じて切り替えればかなり対応できるのではと思います。ダイヤルがすっぽりはまっていい収納感です。この2つのホイールが何より嬉しいかもしれません。ストラップがついていてバッグから取り出しやすそう。個人的には外作業でのスケッチなどのお供にしたいので嬉しいです。それでは実際に外作業で使っているサーフェイスプロ8と Bluetooth で繋いでからのところです。まずは電源ボタンですが1、2とスライドする位置があり、これが2デバイスまで切り替え機能付きとなりますので対応する位置にして起動します。ドライバーは内側ダイヤルはデフォルトでキャンバスサイズ、外側がブラシサイズでそのままで、起動中アプリごとの設定が可能ですので共通設定はクリップスタジオなどのアプリ起動を設定しておくのもありですね。クリップスタジオの設定は戻ると進む、コントロールシフトオルトの5つはできれば常に置いて、グループ切り替えで他3つくらいを変えるというようにしてます。1グループはコピペ用、2グループはトランスフォーム用、などです。6グループは逆に多すぎて設定してないグループがありますが、そんなに切り替えないかもですね。それでは実際にスケッチ作業しつつ使用感を見ていきましょう。タブレットのように使った場合を考えてキーボードを使わないでやってみる。このセットは持ち出してすでに使っていて、ノートパソコンのキーボードはペンと画面の配置上、腕を若干クロスするような形になるのでぎこちなかった。左手ツールがあると必要な時だけ触れば良くなるのでそれだけでも結構マシになります。とはいえ大きすぎる、複雑な形のものは目立つのでちょっと恥ずかしいですが、こちらは手にも持てるし割とスッキリしてるので気にならない。
ボタンの押す感覚としてもソフトな力で押した感覚があるので疲れづらいと思います。押してからのラグはほんの一瞬感じる程度ですが無線のミニコントローラーを使ってた時と差はないのではと思います。ここのあたりで気づいたのですがほとんど、戻る、押してだけが映っている状態。いろいろ使ってみせるべきでしたね。何も考えないスケッチとかも久しく集中してて正直すまんかったです。話がずれますが、今使用しているサーフェイススリムペン、少し前にペン先をステンレスのものに変えました。使用感はとてもいいのですが、当時画面にはペーパーライクのフィルターを使っていました。ただ、想定してないステンレスでフィルターに傷のような跡になってしまい、強化ガラスのフィルターに変えました。それでペン跡は良くはなったですがすごく滑る感じがするからまた悩みという感じに。ステンレスにいい手書き感の方法はないのだろうかと悶々としてます。諦めた方が良さそう。そんなこんなで女の子スケッチができ、ここで貴重なグループ切り替えボタン。移動、グループ用の設定でレイヤーをトランスフォームしてます。そして移動後は、コピペ、グループに戻しています。このように切り替えて多くのショートカットの切り替えが可能です。さてせっかくなのでスケッチの話を、全身を描くときはいつも丸を使って頭、胴体、肩、腰という感じに胴体、トルソーを掴んでから手足を伸ばすような感じに描いていますね。フィギュアにポーズをつけるようなイメージですね。そして手を描く場合は全体を覆ったシンプルな形状を使ってかたどってから指を付け根から足すイメージです。親指と四角で作るとイメージがしやすい気がします。そして俯瞰的な顔を描く場合は丸の輪切りのパースと頬の出っ張りが重要かなと思います。体は同じようにトルソーの位置を丸でつけてイメージするとスケッチしやすいです。スケッチで手が慣れてくるとまた一人キャラクターが出来上がったりすることがありますね。かわいい。足を描くときは8の字の上に山を作るイメージでサンダルの紐のあたりで少しフックのように曲がった指を描くと良いかと思ってます。足の裏は指と指の付け根、かかとにかけてウェーブのデコボコがあるイメージで考えてますね。基本的にはすべてこのように、覆った形、や、リズム線、から入ることが多いと思いますね。そしてもう一つ宣伝しとかなければいけない。そんな私のコロソの講座もついに公開されました。スケッチや形、線の捉え方についても触れてはいますがメインはデジタルグリザイユに必要な知識の講座かなと思います。気になったらぜひ見てみてくださいね。それではそろそろこちらのキーダイヤルリモート K40 の感想と使用感を述べていこうと思います。動画編集も進めつつ外作業で使っていましたが、置いて使うより持って使うことの方がいいのかもと思い始めました。スケッチ動画では置いて使用し、ボタンに、戻る、進む、をグループごとに設定しましたが、外ダイヤルにそれらを設定、手に持ってダイヤルを回すだけなどがいいかも。様々な使い方が想定できて拡張性があると思います。動画でできていませんが、手で持てるサイズのダイヤル2つの強みを存分に活かしたいですね。
少しシステムに不満があるとすれば、グループを切り替えた時に数秒ショートカットがディスプレイから見えなくなることですかね。内部としては見えてなくても押した時切り替えたショートカットが使えますが、集中時にこの数秒待ってしまうのは結構ストレスかもしれません。今回のようにスケッチ時にはズームイン、アウトもそんなにしないためあまりダイヤルを使ってませんが、ブラシサイズ含め普段使っていてめちゃ便利ですからそこはお絵かきしていたらわかってもらえるとは思います。やはりこの2つホイールがついているのはとても助かると思いますね。はい、という感じですが、左手ツールを考えている、私のようにミニコントローラーから変えたいなど、タブレットお絵かきには間違いなく便利なので購入して損はない商品だと思いますね。私ももっと普段使いで手に持った形を探ってみようと思います。今なら公式サイトのクーポンもついておりますのでぜひお得に使ってみてください。では、最近気になってた顔の角度の練習を背景にして今回のレビューは以上とさせていただきたいと思います。この角度難しすぎる。今回もご覧いただき、ありがとうございました。講座作成の都合で更新が遅くなり申し訳ありませんです。ぜひコロソ講座も見てみてくださいね。それでは。